おはこん。おはこんばんは。It's Saigon the Brand で今日は毎週やってるこんばんはをちょっとお休みして違う動画をやりますね、なぜかっていうと登録者の方から質問が来ましたが、この質問はすごく、重要な質問だと感じて、こういう動画にしたいとね、話してたよね。そうね、最近だとその足立区の話とか、いろいろ出てるし、それもあって、この質問の内容をみんなとシェアしてみんなで一緒にちょっとこれを考えていきたいなと思いましたね。あと、質問してくれた方に確認して、動画にしていいですかって聞いたけど、OK って言ってくれたので、ね。そうそう、だからちょっとここでみんなと一緒にシェアしていきます。質問、読んでいきます。今年で14歳の中学2年生です。友達には数名ほどゲイであることをカミングアウトしたのですが、家族には誰一人も伝えていません。一昨年祖父が亡くなり、父、姉と3人暮らしをしています。親戚が集まることが増え、その時によく話に上がるのが将来についてのことです。姉は結婚すると家を出てってしまうので、結婚し家を引き継ぐのが自分と言われました。いつかはカミングアウトしようと思っていたのですが、絶対に言えないです。そんなことで調べて出てきたのが代理出産でした。日本では認められていないものの、これなら子孫を残していけるのと親戚を裏切らないと思い、一つの策として考えています。お先真っ暗で泣きそうです。誰も悲しまない方法、何かありますか、とのことです。まずはね、メールを送ってもらって本当にありがとうございます。ありがとうございます。いや14歳、中学2年生。そうね、読んで最初に感じたのがそれ、若いのに大変だねって。そうだね、こういうの考えないといけないのかって、自分が中学生の時は考えてなかったっていうか、自分がまず何者なのかっていうこともさ、分かってないし、ゲイって言葉も知らなかったから分かんなかったけど、多分今の世の中ってさ、もうゲイとかレズビアンとか、LGBTQ って言葉がもう知れてるじゃん。全然違う風になってるね、もう。そうだから自分たちの中学時代とはまたちょっと違う、けどもうその一歩先、ネクストレベルって感じだよね、その悩みがもう自分がゲイってことを分かってる上でのその将来についてをもう考えてるから、中学生でね、そこまで考えてるのは本当に大変だなって思ったね。14歳で結婚のことを考えたりとかするのが不思議って感じでも考えるようになったきっかけはやっぱり親戚に言われたことでしょ。だって最初はしようと思ってたって言ってたじゃんけど、その親戚とかに多分にね言われてできなくなっちゃった、って感じだよね。どういうふうに言われたかわからないけど、2つ考えられるじゃん。一つは本当に重い意味で言われたかもしれないし、でもう一つはもしかしたらただ軽い感じで言われた可能性もあるじゃん。分かんない。飲みの席とかで言う当たり前のやつだよね。とりあえず結婚してとか親戚が集まるとそういうこと言っちゃうじゃん、よく。そういうのだといいなと勝手に思うけど、分かんないよね。だからでこの内容を今聞いてちょっと思った人もいるかもしれないんだけど、その受け継ぐっていうのはその代々伝わる家の伝統のその家業を受け継ぐとかではなくて、その自分の子孫が絶えないようにとか、自分の家の名前が絶えないようにって意味だったんだよね。その子に、一応ちょっとメールしてこれはどっちの意味の受け継ぐですかっていうことを一応確認して聞いたんですけど、この子の場合はね、自分が長男だからね。でお姉ちゃんがいるけど、お姉ちゃんはもう結婚するとしたらその自分の名前がなくなる可能性が高いじゃん。でその長男であるその子が自分の名前を残していかなきゃいけない、次の世代にっていうプレッシャー。そうね、難しいよね。難しくないんじゃないと思って、意味ないって言ったら傷つく人がいるかもしれないけど、
なんかそれで幸せじゃないっていうのであれば意味ないと思うんだよね。なんかそれですごい悩まないといけないんだったら、名前って何ってなるじゃん。そうね。うんね、名前をすっごく大切にしてるさ家とか、もちろんすごく名前もね大切、受け継がせることとかもやっぱりなんか大切っていうか、なんか分かるんだよね。それを大事にする気持ちも分かるんだけど、それに縛られたくないっていうところもあるよね。なんか自分は一人っ子じゃなかったし、なんか自分はお兄ちゃんもお姉ちゃんもいたから、なんか子供のことって正直考えなかったんだよね。なんか自分が結婚しなくてもお兄ちゃんお姉ちゃんいるし、なんか別に親はなんだろう、まあもしかしたらなんか孫を見れる可能性っていうのは自分以外にもあるからとか思ってた、昔はね、ちっちゃい時は。だから自分はもう自由に生きていこうって思ってた。でもこれがもし自分が一人だったら、まあこの子の場合はもうほぼ一人っ子に近いじゃん、今の状況って。だから一人だったらって考えたらね。でもさ、なんか考え方がおかしいじゃん、考え方がおかしいってか古いよねちょっと。だって、お姉さんがいるじゃんまあねお姉さんがいるから一人っ子じゃないじゃん別に、ね。でなんかほら今あれが話題になってるけどさ、なんだっけ、夫婦別姓があったらそんな重くないじゃん、荷が、ね。なんだ、いろんな問題が絡まってる、まあそのカミングアウトとかその難しい問題もあるけど、あとはその日本のなんか日本だけじゃないかもしれないけど、なんかその名前を受け継がせる、日本だけじゃないけど日本が結構強いのかな。まあアメリカに比べたら日本が強い気がする、なんかそのちょっとした伝統って感じで、昔からあるその暗黙の了解みたいなちょっとルールみたいなところがあるから、だって戸籍とかあるし、ね、なんかまあカミングアウトとかっていうのは自分のタイミングでやるべきなことでもあるし、でもなんかもしかしたらカミングアウトしたら話が全然変わるかもしれないじゃん、なんか理解して、まあね、その家族の、まあ、親戚との関係はどんな感じかわからないけど、ね、もしかしたらカミングアウトしてまあその後が良くなるかもしれない、その可能性も、その時ねそれ言ってごめんねとか、でも、まあ、違う方法も考えようとか、なんかそういうのもあるかもしれない、ね。そうね。まあ自分は日本人で、まあ、日本にやっぱり20何年間住んできて日本でカミングアウトもしてきたから、なんだまあ自分の経験でなんかまあ言えることってのはあるんだけど、カミングアウトする前に結構決めつけちゃうところもあるんだよね、なんかその親戚はやっぱり理解してくれないだろうなとか、親とかに言ってもやっぱりなんだろうね、難しいのかなとか、その自分で決めつけちゃってるところがあったんだよね、でなんかまあ結局カミングアウトしてみんなに知ってもらった後はあれみたいな、なんか自分がただ逆に偏見っていうか、逆になんか自分がその受けられないんだろうなっていうことのフィルターをかけてたから、それに気づいたよね。で実際カミングアウトした後は、まあ、親戚結構 OK って感じでもう普通にすんなり受け入れてくれたりしたし、まあそれが 100% 思ってる人もいればまあ分かんないけど、でもその姿勢を見せてくれる、あと家族もまあ受け入れてくれたし、ねなんかねずっと言えないと思ってたのに、なんか言えた時、言ってよかったねって思ったよね、でなんか親戚で多分いっぱいいるじゃん、まあ自分も今結構いっぱいいるんだけど、まあ、いない人もいると思うんだけど、なんかカミングアウトしたとしてもなんか100人いたら100人がノーっていうわけじゃないかもしれないんよね、でなんかその中の1人でも2人でもさ、やっぱりサポートするとか、なんか分かるよとかそういう風に言ってくれる可能性もあるし、背中を押してくれる可能性もあるから、なんかまあ自分のいいタイミングとかで言えたらいいよね、自分のいいタイミングと言いやすい人からって感じだよね、例えばなんかもしそのお姉さんと仲がいいなら、ね、お姉さんから言えるかもしれないじゃん、でなんかもしその後お父さんに言いたいってなったらお父さん、まあ、お姉さんと一緒にお父さんに言うとか、そういうのもあるかもね。そういう風にしてるなんか
そういう風にしてきたっていう人も何人か知ってるよね。うん、そういう友達いる。なんか難しいんだよね。その自分カミングアウトするとカミングアウトしてなんか自分が好きな人と結婚して自分の好きなような人生を歩むっていうのはすごく自分のためっていうか自分の幸せを求めるとそれになる、けどやっぱりまあ自分はなんか心のどっかで自分の幸せも願いたいけどなんか他人の幸せも願いたいって思っちゃうじゃん、だからなんか自分の幸せ、お母さんの幸せ、お父さんの幸せ、お姉ちゃんの幸せ、お兄ちゃんの幸せ、で親戚の幸せって考えていくとキリがないんだよね。でブレンの幸せ、ブレンの家族の親戚のおばあちゃんの幸せってもう細かく考えていくとそんなの絶対になんだろうみんなが合意の幸せってのはないじゃん、ね、でもなんかねその幸せは本当の幸せかどうかっていう問題もあるじゃん、なんか幸せは本当になんかなんていうの好きな人と一緒に暮らして、家族と仲が良くてとか、そういう意味だったら本当の幸せだと思うけど、幸せイコール名前を継ぐことだけだったらちょっとそれって本当に幸せたるの義務なんじゃないのと思っちゃうよね、もうね、中学2年生だけどなんだろう多分もう分かってると思うんだよね。なんかその自分が思う幸せってのはなんか理想はやっぱりね、自分が好きな人はこの人でってこの人と結婚してで子供を産むにしろ産まないにしろまあ養子にするにしろしないにしろ、なんかそういうのは自由、でなんかその別に自分のそのなんだろう子供を残さなきゃ名前を残さなきゃっていうプレッシャーで子供をなんだろう授かるっていうわけじゃなくて、なんかもう全部自分の選択でさ、やっていけたら幸せだなって多分分かってるんだよね、でもなんかその今親の元で暮らしてるじゃん。でそのなんかね言ったカミングアウトした後のそのごちゃごちゃとかさ、なんか多分すごい不安だと思うんだよね、そうだけどなんかカミングアウトしないでとかさ、なんだろう他のさ親戚とか家族のなんかことを考えたらそれは自分勝手とかさ、周りの幸せを考えてとか、そういうのはあるんだけど、なんかそんなことじゃないんだよね、無視それおかしい、ね、だってねその質問の中になんか家族を裏切らない方法とか、そういうの書いてあったけど裏切るっていう考え方が違うと思うんだよね。だって裏切るもともとねまあ、ゲイとして生まれてきたんでなんか裏切ってるじゃなくてただ本当の自分を見せるだけじゃん、なんか裏切るじゃなくてなんか何か道を選んでとかそういうのじゃないからさ、ね、本当の自分を見せること、本当はこうなのって説明してあげることだけだから、裏切るっていう考え方はねやめた方がいいと思うんだよね、そうだからまあ自分たちみたいにしてねカミングアウトして、まあ、自分たちも本当になんだろう最初からもうハッピーであったわけじとて、やっぱり結構カミングアウトした後からがもうスタートだった、本当のなんだろう大変さとかスタートだったけど、この幸せって感じるところに行けるまでにはいろんなね大変なこともあったけど、その大変な道のりの中でなんかすごく大切な友達とか、なんだろう自分についてもっと知れたっていうか、だからなんかそっからが自分はスタートだったからね、中学2年生のこの子の背中をね押してあげたいなって思うんだよね。カミングアウトしたら大変な時は絶対あるけど、なんか後悔はしないと思う、なんかね自分のことを言うとカミングアウトした後、なんかまあ結構反対されたってか、まあ、家族にね反対されたりとかしたけど、まあなんかね徐々に変わってくれた、考え方を変えてくれた、家族親戚の人たちもいるし、カミングアウトしてから何年3年4年経つんだけど、今でもなんかねちょっと頭が固いなんか考え方を変えてくれない人たちもいるんだけどね、でも結構ねみんな変わってくれたので、そうだね、もう本当に、まあ、時間がかかるけど、後悔はしてないね、そうね時間はかかるかもしれないけど
まあでもこの子の場合はなんかその見ててなんだろう安心したっていうのがその友達には言えてるっそうだねていうところ、うんそうだから心が折れそうな時とかはなんかその友達が最低でもねそのいるっていうのがすごく心の支えにねなってるんじゃないかな。それすごいよね。友達に14歳の時に友達に言えるなんてなんかうん自分は考えられなかったよ。そうだって初めて誰かに言ったのは20歳とかだよ。ね。そうだよ言えなかったんだよね。怖い怖いと思ってて言うつもりもなかったし、うんって感じだったからなんかすごいな。だからね、勇気あると思うからね。もう本当になんかカミングアウトの話に関しては何回も言ってるけども言う言わないは個人の自由でなんかまあその時間とかなんかその時の状況によるから、その今言いなさいとかそのプッシュはしたくないし、しないけどそうまあでもタイミングが来る時、あとはなんか自分がどうしてももうそれで苦しいとか、もう本当にどうしようもならないって時とかはまあ親じゃなくてもいいけど友達とかなんかもうまあちょっと心の頼りになれるような人にカミングアウトするっていうのがいいのかなって思うよね。あとこれも毎回言ってるけどさなんかなんていうのかな自分のタイミングだから、ね、違う人のタイミングじゃなくて、なんか今はその人が良くないからまだ言わない方がいいとか、そういうのじゃなくて自分のことだから自分のタイミング、自分の人生だからね言いたい時に言った方がいいと思うんだよね。まあ受け入れる側もねやっぱりなんだろう慣れてないっていうかさまあ驚いちゃうのはあると思うんだよね。だからまあちょっと時間を空けてなんかその人たちに考えてもらう時間も必要、だからまあ最初はちょっと、まあ、びっくりする人もいると思うんだよね、なんかまあだってそういう風に見てたから、だってこれはなんかステレオタイプはい男の子、はい家を継ぐとかさもうこのステレオタイプで見てるじゃん。全然なんか思ってたのと違うってなるショック、でもそこでなんか時間をかけて考えてこういう風ななんか生き方もあるんだとか、なんか今までなんか私がなんかこうなんだろうステレオタイプで見てたなとかさそういう風に気づく人もいるわけだから、まあ時間をあげるのも大切かな言った後ね。自分の家族生後の家族もそうだと思うね。親戚とかも言ってくれたもんねそれ。経験談。まあね自分たちのアドバイスはこんな感じです。こんな感じです。でもぜひねコメント欄とか下のところになんかまあどう思うかとか、まあ、あとこの子の背中を押してあげるようなコメントとかぜひしてくれたらすごく嬉しいです。ね応援してるからね。頑張ってね。もう背中をプッシュしたいしまあ自分たちアメリカに住んでなんかほとんど見てる方は日本に住んでるけど距離はあるけど、やっぱりその通ってきた道のりとか、なんかその、まあ辛かったこととかも知ってるから、なんかだって良くなるってことも知ってる良くなるってことも知ってるから、まあいろいろなんか思うことがあったら相談してほしいし、まあ自分たちの動画を見て元気をもらってるって人もいるからなんかまあ動画を見てくれたら嬉しいね、ちょっと落ち込んだ時とか、じゃあ今日はこんな感じで終わりにしようと思います。はい、もしこの動画がいいねと思ったら、いいねボタンを押してください。あとはチャンネル登録と下コメントの方もお願いします。お願いします。概要欄の SNS、ブログ、グッズ、あと郵便先もあるのでチェックしてください。はい。ではまたじゃあ次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。